聞いてちょうだい。どうしたの？実はついにワンマンライブの会場が決まったの。そうなんだ。おめでとう。どういう場所なの？渋谷の駅から少し歩いたところにあるホールだよ。700人くらいお客さんが入れるんだって。700人って前回よりかなり規模大きいわよね。よくそんなところを借りられたわね。でも配信の視聴者数を考えるとそれでも少ないかなって思ってるのよね。あら、そうなの？特にはるかとしずくはファンの数が多いからね。でも大きい会場だと予算も結構かかっちゃうし、運営のことを考えると今の私たちには回しきれないと思ったの。初めてのワンマンでお客さんに嫌な思いをしてほしくないしね。もちろん当日はスタッフを手配するつもりだけど、それでもちゃんと私たちの目が届くくらいの規模でやった方がいいよねって話してたんだ。そっか。確かに自分たちで運営するのなら最初のうちは動員数を抑えて様子見をした方がいいよね。とはいえこれは全部予想でしかないから実際のところはわからないけどね。蓋を開けてみたら700人も集まりませんでしたなんてことになる可能性だってあるわけだし、その場合は赤字になってそっちの方が大変だわ。そうだよね。もし赤字になったら私たちで何とかしなくちゃいけないもんね。まあでもそんなことを考えたって仕方ないわ。今は一人でも多くのお客さんにモアモアジャンプを好きになってもらうつもりで活動していきましょう。愛理ちゃん、本番に向けて一生懸命頑張ろう。でも会場が決まるといよいよ本当にワンマンをやるんだって実感が湧いてくるわね。本当だね。長谷川さんが作ってくれた新曲もあるし、本番までに歌もダンスも仕上げていかないと。もしかして新曲のダンスもうできてるの？ええ、この前完成して今はそれぞれのパートを練習しているところよ。そうだったんだ。それならぜひ見てみたいな。そう言ってくれてよかったわ。今日は会場が決まったことの報告とダンスを見てもらうためにここに来たの。そうだったの？今回の新曲のダンスには今まであんまり挑戦したことのない振りもあるから、客観的な意見をもらいたくて。気づいたことがあったら何でも言ってね。ついでに私の最近の自主練の成果も見せちゃうよ。わかった。みんなのライブを楽しみにしてきたお客さんの気持ちになって見させてもらうね。よろしくね。じゃあ早速始めましょうか。どうだったかしら。ちゃんとできてたかな？すっごく良かったよ。みんなキラキラしていてとっても可愛かったわ。よかった。そのパートもすごく良かったね。そう思ってくれたのなら嬉しいわ。でもまだ課題はあると思ってるの。もしかしてサビのちょっと前のパートかな？みんなで一斉に立ち位置が変わるところ？いつもだったら揃ってるところが少しだけガラガラになってたような感じがしちゃったんだ。やっぱり見てると分かっちゃうよね。私もあそこもたっとしちゃってるなって思ってたんだ。ダンスを踊るのに精一杯で動きのタイミングをうまく合わせられないっていうか、それにワンマンライブって1曲じゃなくて何曲も連続で踊ったりするでしょ。そ
としたら体力もなくなってくると思うし、どんどんみんなと会わなくなるんじゃないかってちょっとだけ不安なんだ。みのり、正直今の曲だけで見るとみのりだけじゃないわ。全員息が合ってなかったところもあったもの。でもそうね、ワンマンライブのことを考えると個人の動きも全体の精度も上げていかなきゃね。とにかく練習するしかないとは思うけど、他に何か効率のいい方法はないかな。あら、それならいい方法があるわよ。いい方法？それって、もちろん、合宿よ。合宿？あ、そういえば前に私たちもやったよね。6人みんなでぴったり合うダンスをやりたくて。姉ちゃんが提案してくれて、おかげでみんな随分上達したのよね。私はそもそも基礎体力をつけた方がいいかなってなって、腹筋100回とかやったな。次の日すっごく筋肉痛になったって。二人三脚ならぬ6人7脚でいろんな場所を走り回ったりもしたね。それで、夜はみんなで寝袋を並べて寝たりして、あの時はもう動けないってくらい疲れちゃったけど、みんなずっと一緒にいたから、だんだん息が合いやすくなった感じがしたね。そうなんだ。もうダンスや歌がすっごく上手なみんなでもそんなことやったりするんだね。大変ではあったけど、チームワークが高まった実感はあったね。そういう意味では、僕の合宿はおすすめできるよ。確かに悪くないかも。私も昔何度かやったことがあるけど効率がいいわよね。朝から晩まで時間を気にせずにやれるし。私やりたいな。自主練してて苦手だなって思うところも出てきたから、みんなからアドバイスもらいたいし、ワンマンのためにももっとアイドルとして成長したいから。私もぜひやってみたいわ。ダンスも歌ももっと上達できそうだもの。みんなやる気満々みたいね。それならやってみてもいいんじゃないかしら。でもやるならちゃんとメニューを考えたいよね。基礎体力の特訓は必須だし、みんなでみっちりダンスを練習する時間もあるといいかも。そうね。もし遠出するなら普通の練習ではできないようなこともできたらいいと思うけど。確かに合宿ならではの練習メニューが欲しいところね。砂浜で走り込みとか？砂浜か。関節に負担もかかりにくいし、筋肉も鍛えられるからいいんじゃないかな。そうなんだ。やってみたいな。でも大丈夫かしら。特訓とはいえ初めてやるメニューについていけなくなったり、辛くて続かなかったら。体壊しちゃうのは避けたいし、そこまで厳しくはしなくてもいいと思うけど、そうね。それなら合宿の様子を配信するのはどうかしら。配信？そうよ。これなら今私たちが考えてたことが全部解決できるって思ったの。配信をすることでワンマンライブがあるって宣伝にもなるし、お客さんも増やせるし、それに練習が辛くてもみんなが見てくれてるって考えれば頑張れるでしょ。確かに面白そうだとは思うけど、練習してるところの配信は前にもやったことがあるし、飽きられちゃうんじゃないかな。安心して、それについても考えがあるわ。それに配信するのならさっき話していた普通じゃない練習メニューもいいものが思い浮かびそうな気がするの。本当？だから今回の合宿の件、私に任せてくれない？
絶対に実のある合宿にしてみせるから。愛理がそこまで言うならお願いしようかな。どんな合宿になるんだろう。楽しみだな。私はバッサリ見に行っちゃおっと。ここで言ったら、もうこっそりじゃないけどね。配信企画とトレーニングメニューのアイデアはこれで出し切ったわね。あとは中身を詰めて、ちゃんと基礎やチームワークのトレーニングになりつつ、配信としてみんなが楽しめるようなものにしなくちゃ。それに、見てくれる人のことを考えると、最後に合宿の成果がわかるように、最初はみんなの今の基礎能力を知ってもらいたいのよね。それなら、できたわ。これでみのりたちにもファンのみんなにも満足してもらえる完璧なプランになったはず。ってもう2時？案外時間かかったわね。でも面白そうなものができてよかったわ。このメニューをきちんとこなせれば結束力も上がって万全の状態でワンマンを迎えられるはずよ。ワンマンか。いつかはって思ってたけど、本当にモアモアジャンプのみんなとここまで来ることができるなんてね。いろんなことがあったわよね。初めてのイベントをやったり、この前は長谷川さんのことも。思い返せば大変なことが多かった気がするけど、その度にみんなどんどん成長していった気がするわ。特にみのりはファンのみんなに色々言われて人一倍努力をしなくちゃいけなかったのに、経験者の私たちに囲まれながらよくついてこれたと思うわ。そういえばみのりにとっては今回が初めてのワンマンになるのね。ワンマンは普通のライブとは雰囲気が全然違って、私たちだけを見にわざわざ来てくれたファンのみんなの熱い反応が返ってくる。あれはすっごく緊張するけどドキドキもするのよね。あの時のこと思い出しちゃったわ。私もそうだったけど、みのりにとっても初めてのワンマンは絶対に忘れられない大切な思い出になるはずよね。それならやっぱりこれ以上ないってくらいいいものにしなくちゃね。